このパスワード認証ってどんな問題があるんでしょうか？皆さん覚えてますか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。では、パスワード認証どんな問題があったのか振り返ってみたいと思います。先ほどお伝えしたのは、推測されやすいですよとか、あとは入力するのが手間ですよと、そのあたりをパスワード認証のリスクとして皆さんにご案内しました。じゃあ、このパスワード認証のリスクを軽減することができる公開鍵認証ってどういうものなのかというところで話を続けていきたいと思います。皆さん、公開鍵って言葉、セキュリティで勉強したと思うんですけど、まずはちょっと公開鍵から説明しますね。公開鍵認証を知るためには、まずですね、公開鍵の仕組みをしっかり理解する必要があります。で、セキュリティについて勉強すると必ずこの公開鍵勉強するんですけれども、一緒にもう一度整理しておきましょう。まず出てくるのは、公開鍵と秘密鍵っていう2つの鍵ペアですね。はい。で、まずこの2つの鍵の役割をはっきりさせておきたいんですけど、公開鍵っていう鍵は、その名前の通り、みんなに配って OK な鍵です。つまり誰に渡しても OK。オープンな存在の鍵ですね。そして次、秘密鍵です。秘密鍵は、自分だけが持つ、安全に管理して、他の人には渡してはいけませんよっていう秘密の鍵です。で、この2つの鍵をセットにすると、いろいろ面白い動きをするんですね。どんな面白い動きをするかというと、公開鍵で鍵をかけたら、秘密鍵でしか開けられない。はい。そして、秘密鍵で鍵をかけたら、公開鍵でしか開けられない。このような仕組みになってます。非常に面白い仕組みですよね。じゃあどういった時に役立つかというと、例えばですね、あなたが誰かに秘密のデータを送りたい時に役立ちます。公開鍵って誰にでも渡してもいい鍵なので、あなたが誰かにデータを送りたい時に、相手の公開鍵を借りてきて、データに鍵をかけて相手に送ってあげます。すると、鍵をかけたこの宝箱を開けられるのは、世界に一人だけ、秘密鍵を持っている人だけですよね。なので、安全にデータを渡すことができます。まずは、相手の公開鍵を使って鍵をかけてデータを送ることで、安全に相手にデータを送ることができます。そしてもう一つ面白いことができて、それは秘密鍵で鍵をかけて、公開鍵で開けるっていうパターンです。で、最初にこの話聞くとすごく頭がこんがらがってしまって、秘密鍵で鍵しても、みんな公開鍵持ってるので、開けられちゃうってことですよね。これ意味あるのかなって思う方もいるかもしれないんですけど、これはですね、それでいいんですよ。なぜなら、あなたの公開鍵で開いたということは、つまり、あなたが自分の秘密鍵で鍵をかけたっていう動かぬ証拠になるからですね。はい。なので、その人の公開鍵で開けることができたということは、この鍵をかけたのは秘密鍵を持っている本人だけであるという論理になって、これが本人であるという証拠になります。最初に聞くとちょっと難しいですよね。じゃあちょっと仕組みをもう一度まとめますね。公開鍵で鍵をかけると秘密鍵で開けられます。これは安全にデータを渡すときに使われます。はい。そして秘密鍵で鍵をすると公開鍵で開けられます。これは公開鍵で鍵を開けることができたということは、この鍵をしたのは秘密鍵を持っている本人だと判断できるので、ユーザーを認証できるということになりますね。はい。なので、この逆の鍵でしか操作できないっていう不思議な仕組みを理解できると、SSH の公開鍵認証のイメージもできるようになってくると思います。まずは公開鍵認証のお話でしたが、皆さん大丈夫そうですか？頭ごちゃごちゃにならなかったですか？じゃあ実際にこの公開鍵の仕組みを使ってどのように SSH の公開鍵認証ってできているのかっていうところまでお伝えします。ここからが本番ですね。SSH の公開鍵認証についてお話しします。どのようにして公開鍵認証が行われているのかを、まずは全体像を整理していきますね。SSH の公開鍵認証っていうのは、ユーザーが公開鍵認証という方法を用いて安全にログインするための方法ですね。
じゃあまずどのようなことするかというと、最初はユーザーが手元に公開鍵と秘密鍵を作ります。はい、この2つの鍵ですね。鍵ペアを作ります。もちろん秘密鍵は自分だけが持ってなければいけません。公開鍵は誰に渡しても大丈夫です。で、鍵を作成したら、ログインしたいサーバーにこの公開鍵を、これが私の公開鍵ですよと情報を渡して登録しておきます。はい、これが事前準備ですね。公開鍵をログインしたいサーバーに登録しておきますと。はい。で、事前準備ができたら、ログイン開始します。ユーザーがログインを試みると、サーバーは、ちょっと難しくなるんですけど、チャレンジっていう値を送ってきます。はい。チャレンジって何かというと、ランダムな値です。ただのランダムな値。今回の場合だと、V、B、Z0。これがランダムな値だと思ってください。なのでサーバーは、あなたって本当に秘密鍵持ってますか？もし秘密鍵持っているんだったら、この乱数を使って本物であることを証明してください。みたいに、挑戦状を送っているようなイメージですね。で、ユーザーはこの受け取った乱数を自分が持っている秘密鍵を使って暗号化します。で、ここは実際は暗号化じゃないんですけれども、ここでは分かりやすく暗号化と表現しておきます。はい。送られてきた乱数を秘密鍵を使って暗号化します。で、サーバーが送ってきたこのチャレンジを秘密鍵で暗号化したものがレスポンスと言います。ユーザーはこのレスポンスをサーバーへ返します。で、最後にサーバー側での確認になりますね。サーバーはユーザーが事前に公開鍵が登録されているので、届いたこのレスポンスの情報を複合します。はい。秘密鍵で鍵をかけてるんで、もちろん公開鍵で開けることができますよね。で、公開鍵を使って出てきた数字が、サーバーが自分が送った値と一致していれば、認証成功ですね。確かに相手は秘密鍵を使って鍵をかけたんだなということがわかるので、この秘密鍵を持っているのはユーザー一人なので、ユーザーを認証することができると。このような仕組みになっています。すごくよくできていますよね。で、この仕組みでもう一ついいところは、パスワード自体がネットワークに流れていないっていうところもすごくいいところですよね。何を言ってるかというと、ユーザーとサーバー間でやり取りしているのは、乱数であるチャレンジっていう情報と、乱数を秘密鍵で暗号化したレスポンス、この2つの情報がやり取りされているだけです。なので、もしパスワード認証だったら、自分のパスワードこれですよっていう情報を相手に送らなければいけないんですけれども、公開鍵認証の場合は、パスワードを送らなくてもいいので、パスワード自体ですね、秘密の情報自体がネットワークに流れないので、セキュリティ強度も高いですよね、という話になっております。はい。これはなかなかすごい仕組みですよね。最初はこの仕組み理解するの大変だと思うんですけれども、今の話を聞いてちょっと難しかったなという方は、ぜひ何度か動画を見てみてください。何度か聞くと、そういうこと言ってるんだなというのが分かってくると思います。では、早速皆さんと一緒にやっていきたいと思います。ここからはハンズオンに移っていきます。SSH の公開鍵認証を使って、ログインするためのデモを一緒にやっていきたいと思います。はい。何をやるのか、まずは簡単にお伝えしておきますと、先ほどと同じようにターミナルを2つ開いていただいて、クライアントとサーバーの役割を与えます。で、クライアント側では、まずは秘密鍵と公開鍵を作って、その後ですね、自分が作った公開鍵をサーバー側に登録します。はい。で、サーバー側に登録したら、実際にじゃあ接続してみましょうということで、接続テストに移っていくと。こんな流れですね。じゃあ、早速やっていきましょう。はい。では、準備できましたので、一緒にキラーコーダー環境を使ってデモをやってみたい方は、ぜひ一緒にやってみてください。今、タブ1とタブ2を作っています。左側がクライアント役、右側がサーバー役ですね。では、一緒に SSH の公開鍵認証の設定をやっていきます。まず何をやるかというと、クライアント側で鍵ペアを作成します。秘密鍵と公開鍵を作るっていうところですね。実行するコマンドはこちらです。タブ1であることを確認してからやってくださいね。クライアント側で公開鍵と秘密鍵を作ります。はい。実行します。はい。で、キラーコーダ環境の場合だと、すでに鍵が存在しますよと表示が出ると思うんですけど、これは Y で、イエスで上書きしてしまって大丈夫です。はい。
そして、エンターパスフレーズと出ますが、このパスフレーズは、秘密鍵を使うためのパスワードの情報です。今回は設定しないでいいので、そのままエンターを押してください。そして、もう一度エンターを押してください。はい。この手順で、今、ユーザー側に秘密鍵と公開鍵の鍵ペアを作ることができています。じゃあ、早速ですね、秘密鍵って言うけど、その中身がどういうのか知りたいと思いますので、秘密鍵の中身を見てみましょう。私は今、皆さんの勉強ですね。あとデモっていう観点から今秘密鍵の情報をお見せしますが、本来秘密鍵っていうのは絶対このように公に見せるようなことはしてはいけません。必ず大事に守ってください。はい。では、私は勉強環境なのでお見せしたいと思います。はい。これが秘密鍵です。はい。このように、すごい文字量ですよね。はい。パスワード1234とか、パスワードっていうパスワードのような文字列だったらすぐに破られるようなパスワードもこのようにですね、複雑なたくさんの文字列で秘密鍵が構成されているので、これを推測しようとするとなかなかうまく推測するのは難しそうだなって皆さんも思うと思います。では秘密鍵を見たので、公開鍵も見ておきましょうか。公開鍵はこちらで見ることができます。公開鍵も見ておきましょう。はい、じゃあですね。ちなみにこのチルダっていうのがホームディレクトリですね。なので、ルートっていうユーザーのホームディレクトリ配下にある .ssh ですね。隠しディレクトリの中にある id_rsa.pub。これがルートユーザーが使っている公開鍵の情報を見ることができるですね。はい。見てみると、このような記載になってます。これが公開鍵の情報ですね。はい。公開鍵もなかなか長いですけれども、秘密鍵の方がなんか長そうですよね。はい。秘密鍵と公開鍵は実際にはこのようなデータになってるんですよというところが皆さんも見ていただけたかなと思います。はい。ということで今、実際に作った秘密鍵と公開鍵の情報を見ていただきました。では、ここからですね、作成したこの公開鍵をサーバー側に登録するっていう手順を一緒にやっていきたいと思います。が、その前にすいません、やることがありました。よいしょ。次にやることは、ユーザーの作成ですね。はい。今、鍵の中身を確認したので、次は、ユーザーを作成します。ユーザーマサルとマサルのパスワードを今から設定したいと思います。では、一緒にやっていきましょう。ユーザーマサルを作ります。はい。sudo userd-m-s スラビンバッシュマサルですね。はい。このコマンド、皆さんさっき私オプションの意味も伝えましたが、覚えていらっしゃいますか？どうですかね。-m はマサルのホームディレクトリも一緒に作ってください。-s はバッシュっていうシェルを使ってくださいねというオプションですよね。はい。実行します。マサルを作ることができました。ではマサル作ることができたら、次はマサルのパスワードも設定しておきましょう。はい。sudo パスワードマサルですね。こちらのコマンドを実行してみてください。はい。sudo パスワードマサルでマサルのパスワードを設定します。はい。今回も私はデモ環境なので簡単なパスワードにしておきます。また1234に私はしておきますね。1234同じようにパスワードを設定してあげます。はい。ここまでできたらですね、お待たせしました。次はクライアント側からサーバーに対して公開鍵を登録するっていう作業をやってみたいと思います。はい。登録するときにですね、便利なコマンドがあります。二つ丸さん、質問ありがとうございます。ユーザー作成は、しまった。そうですね。すみません。本当はサーバー側でやんなきゃいけなかったですけど、私、クライアント側でやっちゃいました。皆様、申し訳ございません。二つ丸さん、ありがとうございます。ただですね、大丈夫です。というのは、同じサーバー上でタブを使い分けてるだけなので、本当はこっちがサーバー役にしたかったので、こっちでユーザーを作らなければいけませんでしたが、これとこれって窓が違うだけで同じシステムを見てるので、結果大丈夫です。ただ本当はこっちでやりたかったです。タッチマルさん、ご指摘ありがとうございます。はい。本当はこれサーバーでやりたかったですけど、皆さんすいません。でも、このまま続けます。じゃあ、作成したこの公開鍵の情報をこちらのサーバー側に送るっていうことをやってみたいと思います。はい。このコマンドですね。sshcopyid というコマンドがあります。このコマンドを使ってあげると、
リモートにあるサーバーに自分の公開鍵を送ることができます。はい。この -i の後ろでどの公開鍵を送るのかっていうのを指定してあげて、ここが公開鍵を送る時の情報ですね。ローカルホストのマサルっていうユーザーとして、ここにある公開鍵の情報をコピーしてくださいね。みたいなコマンドですね。では、実行してみたいと思います。はい。で、実行しようとすると、あなた本当にマサルですかということで、マサルのパスワードが聞かれます。なので、マサルのパスワードを入力してあげてください。1、2、3、4ですね。はい。そうすると、はい。アド1と出てきて、公開鍵が登録されたことがわかります。はい。今何をしたかというと、はい。クライアント側からサーバーを指定して自分の公開鍵を送った、登録したということをこのコマンドでやりました。では、無事に登録できましたので、本当に公開鍵を使って接続できるのか、公開鍵認証が働いているのか試してみたいと思います。はい。接続テストをやるコマンドはこちらですね。SSH 接続します。この鍵を使って接続しますよ。私はマサルユーザーとしてローカルホストに接続したいですというコマンドですね。はい。実行します。はい。そうすると、マサルユーザーになりましたね。しっかりサーバーに公開鍵認証を使ってログインできたことがわかると思います。先ほどはパスワード認証を試しましたけど、パスワード認証の場合は、パスワード入力したりしてましたよね。ですが、今回はパスワード入力なしでマサルになることができています。これは内部的に何が起こっているのかというと、接続したいですよって言った時に見えないところでサーバーさんがあなたがマサルだったらこの乱数をあなたの秘密鍵で暗号化してみてくださいねというような流れになってユーザー端末は見えないところで送られてきたチャレンジを秘密鍵を使って暗号化して返してサーバー側はそれを受け取って登録されているマサルの公開鍵でこの中身を取り出してみて自分が送ったチャレンジと一致するかなって確認して一致していればあなたって本当にマサルだったんですね。じゃあどうぞ使ってくださいと。このようなことが見えない裏側で行われているということなんですね。はい。皆さんいかがだったでしょうか？ SSH を使った公開鍵認証の話でございました。なかなか最初は難しいかなと思いますけど、実際にやってみるとすごくイメージは膨らむんじゃないかなと思うので、皆さんもちょっとわからなかったなという方はまた動画見直してやってみてください。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。